ドロップスドロップス、エマのパワーチャージチャンネル。こんにちは、エマです。イルクです。はい、皆様お元気でしょうか。いつもご視聴ありがとうございます。はい、I love you. はい、毎回お伝えしておりますが、この話を聞いて採用するか採用しないかご自身で決めてみてください。何でも自分で採用する、何でも自分で採用する自分の未来は自分で決めるぞという意思が幸せになる第一歩なので、ぜひぜひやってみてくださいね。で、そうですね、情報たくさんある中で、どれが正解っていうのもないと思うので、これをやってみようかなとか、これ素敵だなっていうのがもしあれば、それをどんどんピックアップしてみてくださいね。では今日のテーマですが、やりたいことがわからない時はどうするかみたいなお話ししたいと思います。まず、やりたいことがわからないっていう人結構私の周りもいるんですよね、友達とか。なんか私は逆にやりたいことだらけで一つに収まらないあれこれ全部やってみたいみたいな感じだから、昔からだから、そうなんだって思って聞いてるんですけど、やりたいことがわからないのはなんでなのかっていうのを最近ちょっと学んだんで、そういうことかとちょっとシェアしたいと思います。で、やりたいことがわからないのはなぜなのかっていうんですけど、なぜなのかというと、気持ちを抑え込みすぎてるとやりたいことが分かんなくなってきちゃうみたいなんです。ですごいそうですね、納得したんですけど、今までの時代ってみんなと一緒じゃなきゃいけないとか、あとこういうふうにしなきゃいけないとか、集団行動で暮らしてきてるから、集団行動で暮らしてきてるから、自分の気持ちを優先するより周りに合わせて行動することが多かったですよね。学校もそうだと思うし、会社でもルールがあってそうだと思うしそういうところで自分の気持ちに蓋をする場面がすごくたくさんあったから、自分の気持ちがどういう気持ちなのかっていうのをあまり察知する習慣がなかったっていうことなんですね。なのでいざ今まで自由な感じじゃなかったところにいざ自由にどうぞもうこれから自由だよって言われたとしてもどうしようみたいななるじゃないですか。それは自分の気持ちに蓋をしすぎて、何がやりたいのかが分かんなくなっているっていう状態だと思うんですね。なのでやりたいことが分からないっていう人は、自分の気持ちをまず今まで抑え込んできたんだなっていうことをまず自覚してもらって、認識してもらって、でそこから少しずつやりたいことを急に探そうと思っても難しいと思うので、まずは自分がこうしようって思ったことに従ってみるっていうことが大事だと思います。じゃあ、やりたいことがわからない時はどうするか、やりたいことを見つけたい時はどうするかっていうお話ですけど、まずはやりたいことがわからないって思った時に、今まで自分の気持ちを抑えていたんだなっていうことに気づいてもらうことが大事だと思います。
から認識してもらって、今まで自分の気持ちを抑えていたんだな、じゃあその気持ちをこれからは少しずつ知っていこう、自分を知っていくっていうことですね。でどうやって知っていくかっていうと、もう本当に些細な日常の願望を叶えていく。例えばトイレに行きたいとかトイレって結構我慢しません？なんか私この作業が終わるまでちょっと我慢しようって思うけど、トイレ行きたいって思ったら行ったらいいんですよ何食べたいと思ったら食べたらいいんです。カレー食べたいとか、スイーツ食べたいとか、今日フォー作ろうと思ってるんですけど、フォー食べたい、初めて作るけど美味しいかななんでこれ食べたいと思ったらそれを食べるとか、これしたいって思ったらテレビ見ようって思ったらテレビ見るとか、お風呂入ろうって思ったらお風呂入るとか、なんか本当にその日常の些細なことを我慢せずにやってみる、できる範囲でいいです、もちろん。でそうですね、そうやって自分を甘やかすことがとても大事です。でなんか自分の気持ちを抑えないためにそういう訓練をしていくんですよね。要はその日常のちっちゃなことを一つずつ叶えていくことで、なんかね、エマがやったのはねエマスイーツ大好きなんですけど、てかチョコレートが大好きなんですよ。なんで疲れたりするとチョコレート欲しいとか食べたいって思ったりするけど、チョコケーキがね、例えば食べたいって思った時に子供たちのことを考えると、子供たちにショートケーキの方がいいかなとかってなっちゃうじゃないですか。そうだからそれも自分が食べたいものと違うものを選択しようとしているわけですよ。なんでチョコケーキを食べたいと思ったら素直にチョコケーキにする。で子供たちがなんとかって思ったら子供たちはとりあえず置いといて自分だけ食べるすごい今お腹鳴っちゃったよチョコケーキの話しただからね、よくスーパー行った帰りに子供たちはお家でお留守番してて買い物してて、でそこのスーパーの駐車場で一人チョコケーキを食べてたことよくありましたなんか子供たちには内緒で食べるんですよ。はい、そうやって子供たちにずるいって言われることもなく、子供たちの分までケーキ代を出すこともなく自分の願望を叶えていたはい、すいません、駐車場でチョコケーキ食べてる人がいたら私ですというわけで、なんかもうそういうちっちゃいことでいいので、どんどん叶えていってあげる。それがいいと思います。それをちょっとやってみてください。でそれをどんどん繰り返していくと、その自分の気持ちを察知することに慣れてくるんですよね。なのでもう少しちっちゃいことから大きなことに少しずつシフトしていくような状況が訪れるかと思います。多分ね、なんか
例えばパスタ食べたいって言ってパスタを食べたりする。であれそのパスタってなんだろう、なんかいろんな太さがあるよねとかって言って、その例えばパスタの太さに興味が出てくるとするリングイネとか、あと、私はフェットチーネが好きですけどフェットチーネとかニョッキもある、ニョッキも食べたい、ニョッキも作るからはいとか言ってこうパスタってめっちゃ種類があるから、なんかそういう種類に例えば興味が出てきたりしますよね。そうするとなんかイタリア料理全般を勉強してみたくなるとか、イタリアに旅行してみたくなるとか、なんかそういうふうにこう願望がちょっとずつこう広がっていくと思うんです。でその自分のこうしてみたいとかこれ知りたいとかいうことにこうなんつうの、従順に素直にこう従っていくと自分のやりたいことっていうのを思い出せると思います。でだから最初のその何かをしたいとかっていうのが自分の本当にやりたかったことに直結しているとは必ずしも限らないんですけど、はい、なんかこう回り道のようにそこにたどり着いたりすることもあるので、とにかく自分のひらめきに沿ってこうしようああしようこうしよう、それが例えばねトイレ行きたいでもいいんですよトイレ行きたいっつってトイレットペーパーもう切れる、買わなきゃ、じゃあそこのスーパーに行こうって言ってそこのスーパーですごくなんか自分の心を惹かれるような商品があるとか、そういうことだってあると思うんですよね。そのスーパーの土地がすごくいい波動だったとかね、そういう一つ一つの積み重ねなんで、その自分の願望に素直になってみるってことをおすすめします。はい、では今日はやりたいことがわからないときどうするのっていうお話をしました。なので皆さんも素直になってっていうのもなんかね素直じゃないみたいな違うごめんねじゃなくて、その自分の気持ちに従順もちょっと自分の気持ちにこう敏感になってみて、そう鈍感な人が多いと思うから敏感になってみて、その気持ちを大事にその気持ちの通りにやっていく。もちろん無理しない範囲で大丈夫です。できる範囲で、ね、旅行行きたいと思ってすぐ旅行に行ける人ってそんな少ないじゃないですか。だからその時はこう旅行の、ね、行き方調べたい、代金調べたりとか、なんかもうそういう、こう旅行に向けたちょっとのこう準備をするとかね、そういうことでも全然いいと思います。はい、ぜひぜひそうやって日常を楽しんでいきましょうはい、ではこのチャンネルではこれからもこの日常に活用していけるようなスピリチュアルこのチャンネルでは日常に生かしていけるようなスピリチュアルの活用方法をお伝えしていったり、あとはミネラルウォーターのお宅話をしてみたり、あとちょっとこうなんか音楽とかもやってみたりするのでもしよかったらチャンネル登録お願いしますはい、ありがとうございます。ぜひぜひコメントもください。初めて言った。恥ずかしいはい、ではちょっと赤くなっちゃう。はい、ではまた会いましょうご視聴ありがとうございました。アンニョン。Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took